こんにちは、スパコです。今日は私から意外な食材の冷凍保存というテーマで冷凍保存術を紹介したいと思います。というのもお休みをしている間に冷凍生活アドバイザーの資格を取ったので、その情報を皆様とシェアできたらと思います。ではどうぞ。アサリは冷凍すると旨味成分がアップするので、安い時に買って冷凍するのがおすすめです。貝類は軽く洗って塩水で砂抜きをします。次に適当な大きさのタッパーにアサリを入れて、全体が浸かる量の真水を加えたら、なんとこのまま水ごと冷凍庫に入れていきます。食品が直接空気に触れないので、乾燥や酸化を防ぐ効果があります。一般的な冷凍方法だと 2,3 週間の日持ちなんですが、この方法で冷凍すると約3ヶ月日持ちがします。調理の際は氷ごと鍋に入れて加熱で OK。 軽くお酒を入れて水を足してお味噌を入れてお味噌汁の出来上がりです。トマトを冷凍と意外と思うかもしれませんが、これが感動レベルに美味しいです。冷凍の方法はヘタだけ取って丸ごとそのまま冷凍できます。冷凍したトマトはカッチカチになるんですけど、これを水につけると皮がつるんと剥けます。半解凍状態になるので、包丁の刃が入りやすくなって好きな大きさ形に切ることもできます。食べ方は炒めたりスープに入れてもいいですが、私の一押しはトマトのシャーベットです。砂糖とレモン汁を入れてミキサーに混ぜるんですけど、ちょっと砂糖は多く入れるぐらいが私は好きです。シャリシャリ感のある冷たいシャーベットは暑い夏にとっても美味しいです。あとはそうめんのめんつゆに凍ったトマトを入れるのもおすすめです。氷の代わりとして冷凍トマトを入れるんですけど、めんつゆとオリーブオイル、胡椒を合わせてぜひ食べてみてくださいね。ハマること間違いなしです。そしてミニトマトの冷凍はもっと簡単で、蓋を手で取ってそのまま冷凍すれば OK です。冷凍ぶどうのような感じで皮を剥いてそのままパクッと食べることができます。そんなに硬くなくってシャリシャリっとした食感で冷たいおやつが出来上がります。オリーブオイルやお酢などを混ぜたマリネ液と絡めてもとっても美味しいです。ぜひやってみてくださいね。こういったチルド麺は一般的にフライパンで作るイメージですが、冷凍と電子レンジで美味しく食べることができます。
野菜も一緒に冷凍することで、疲れた日でも簡単に野菜が食べられるのが嬉しいですよね。解凍方法は電子レンジで約5分。もう便利すぎるのですぐなくなりますよ。ぜひ作ってみてね。開封すると意外にも賞味期限が短いのがこのジャムたち。そんな時は小分け冷凍しちゃいましょう。製氷皿などで1食分に小分けします。ついでにあんこも冷凍がおすすめです。余ったあんこがあれば冷凍庫にそのまま入れていただいても OK です。あんこもガチガチに凍らないので、余ったら冷凍保存してくださいね。またバターも冷凍がおすすめです。開封したら賞味期限関係なく2週間以内ぐらいに食べきるのがいいんですが、難しい場合は冷凍してください。使うときはトーストと一緒に焼いちゃうと使いやすくなりますよ。ジャムとバター、あんことバターのようにその日の気分に合わせて選べるので、これはこれでテンション上がります。またあったかいジャム、あったかいあんこって美味しいんですよね。ジャムは糖度にもよりますが、バター同様だいたい約半年ほど日持ちします。あんこは約1ヶ月ぐらいで使い切りましょう。卵も丸ごと冷凍できます。生卵は殻を割らないようにラップで優しく包んで保存袋に入れるだけ。冷凍すると殻が割れやすいので、必ず保存容器に入れてください。ちょっと面白い食べ方が目玉焼きにする食べ方なんですが、シンプルなんですが、冷水で皮を剥いた後包丁で切ると、なんと卵黄と卵白がちょうど半分こになります。そのままフライパンで焼くと、もともと1個だった卵でなんと2個分のミニ目玉焼きができちゃうんです。ぜひやってみてください。
香味野菜のニンニクは冷凍保存がおすすめです。みじん切りをしておくとすぐに使えて便利なので、私はみじん切りにして保存することが多いです。みじん切りしたニンニクはジップロックに入れて薄く伸ばして、菜箸で1回で使いたい分の筋をこうやって作って冷凍保存しています。使うときは凍ったまま炒め物、あと肉料理の下味、パスタの風味付けなんかにも使うことができます。また同じ香味野菜の生姜も冷凍した方が風味を保ちやすいので、冷凍保存がおすすめです。生姜は塊のまま冷凍しています。ちょっと大きいので小さくカットしてラップに包んだら保存袋に入れて保存するだけで OK です。使うときは使いたい分だけすりおろし、使い終わったらまたラップをして冷凍庫に戻すことができます。開けたら最後のポテチですが、ちょっとこれ以上はやめとこうかなって思った時にぜひやってほしい、開封済みのポテチをパリパリに保てる裏技があります。それが冷凍なんです。袋をしっかり留めてジップロックに入れて冷凍庫に入れるのがおすすめです。ポテチ自体水分がほとんど出ないので、冷凍庫に入れてもカチカチに固まることがないです。むしろひんやりサクサク食感に生まれ変わって美味しいです。冷凍することで油脂の酸化も抑えられるのでいいこと尽くしですよ。バナナは劣化が早いので、食べ頃の美味しさをそのまま長くキープするには冷凍保存がおすすめです。また冷凍することでポリフェノールが増えるとも言われているので、冷凍して損はなし。おすすめは何といってもスムージー。スムージーって氷を入れると少し味が薄まっちゃうんですけど、冷凍バナナは氷代わりにもなるので、ドロッとした濃厚なスムージーを作ることができます。バナナを冷凍するときはカットして冷凍するか、潰して薄くしておくと使うときに便利です。ポキポキっと折って使うことができます。おすすめの冷凍スムージーをいくつか紹介します。きのこは冷凍すると旨味成分が増えるので、冷凍保存が正解です。
保存方法ですが、きのこは水で洗ってしまうと栄養成分が失われることもあり、香りや食感が落ちるため、洗わずそのまま冷凍保存がおすすめ。使うときは必ず凍ったまま調理をしましょう。自然解凍は水分が出て食感が失われるので要注意です。今回は平日5日分のお味噌汁セットを作りました。汁物にすると栄養を余すことなく取れるのでいいですよね。夏に便利なのがそうめんの薬味セット。大葉、みょうが、生姜、ネギを切って冷凍庫へ。定番の薬味セットは作って損なしです。パックのまま冷凍できちゃうから便利すぎます。解凍方法は前日の夜に冷蔵庫に移動させて解凍するか、もしくはすぐ使いたい場合はぬるま湯を豆腐の上にかけちゃいましょう。水を抜いてから電子レンジで解凍していきます。今回豆腐ステーキを作るんですが、片栗粉をつけてフライパンで焼くだけで簡単に鶏肉のような豆腐ステーキができちゃいます。木綿豆腐を凍らせるとギュッと弾力のあるお肉のような食感になるんですが、絹豆腐を凍らせると湯葉を重ねたようなふわっと柔らかい食感になります。いつもとはちょっと違う食感を味わうことができます。ナスは生のまま冷凍すると繊維がぎゅっと縮まり、料理の際油を吸いにくくなります。なのでとってもヘルシーに食べることができます。洗ったらヘタとガを取って縦2等分にカットしました。レシピが決まっていたらその状態までさらに細かくカットしておくのもいいと思います。ラップでぴったりと表面を覆って保存袋へ入れています。玉ねぎも冷凍すると時短以外のメリットがあるんです。それはキノコと同様に旨味と甘さが出やすくなることです。おすすめのレシピはカレーです。玉ねぎはよく飴色になるまで炒めましょうということを聞いたことがあると思いますが、飴色になるまで炒めるのって結構時間と根気がいりますよね。冷凍玉ねぎなら時短にもガス代の節約にもなり、一石二鳥でとっても便利です。
はい、いかがでしたでしょうか。私今回一番おすすめしたいのがトマトで、凍らせたことなかったんですけど、シャーベットにするとめちゃめちゃ美味しいので、ぜひぜひこの夏やってみてくださいね。今後もまた冷凍テクをはじめ、我が家のキッチン周りの紹介も私の方からお届けできればと思っています。なのでまたお付き合いいただけると嬉しいです。このようにこのチャンネルでは、普段は成城石井元店長のスパオがおすすめする成城石井やカルディ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、全国のスーパーや百貨店、デパ地下で買えるおすすめの商品やとっておきの情報をお届けしています。少しでも参考になったよっていう方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。夫はインスタグラムや Yahoo エキスパート、ボイシーでも情報発信しているので、よかったら遊びに行ってあげてください。ではこちらで終わります。ありがとうございました。ではまた、バイバーイ。